うん。はい。それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。今日もすごいドタバタしてて、実は今日最初に告知をしようと思ってたんですけど、果たして大丈夫なのか心配になってきました。ちょっと、あれですね。下の方になっちゃってるな。これで見えるかな？チューッと。はい。YouTube ライブの方なんですけども、一応、今度の土曜日からですね、10時15分から、いつも23時でやってたんですけども、それを、45分、早く、行おうかなと。で、木曜日の方を30分繰り上げて、22時30分でやろうかなと思っております。理由はですね、2つほどあって、1つはやっぱり遅い時間だということで、なかなかやっぱり勉強するときに、お疲れ様です。お願いします。あれちょっと待ってくださいね。音が鳴ってないですね。ちょっとライブの方の一回リターンを出してますね。俺が聞こえないだけかな？音声鳴ってなかったですよね、今。そうですね。またいつも、オンライン家庭教師ドロ兼業トレーダー戦略24テスト。はい。出ましたね。はい。というかまだ低遅延でお送りしてるので反応は早いと思うんですけど。シメディ、音出ました。いつもすいません。はい。それでこの、告知なんですけども、一応やっぱり少しでも早くやって、12時前には終わりたいということ。と、準備がだいぶマニュアル化してきたっていうか、木曜日はテクニカル中心で、今日 FX の話をしますけど、勉強したりとか学んでいったりとか。で、土曜日がもうFP 講座っていう形でだいぶ決まってきたので、いつもね、準備がね、やっぱ1時間はもっとかかるかな？かかってたんですけど、だいぶその点が短縮できたので、早くお届け、できるかなと。ただ、木曜日がですね、10時15分まで家庭教師やってて、オンラインで。15分の間に、準備できるかなっていう。もしかすると、22時30分ちょっと、割っちゃうかもしれない。準備が遅れてね。かもしれないんですけど、でも、はい。できるだけ。土曜日も、9時45分まで家庭教師なので、そっから、準備15分ぐらいで、もう前からね、やっとけば、間に合うんじゃないかなということで、ちょっとね、今度の土曜日から、早くなりますけども、ちむじさんすいません。あと、皆さんまた気がついたら、少しでもね、来やすい時間帯になるといいなと思って、やりましたので。あさっては22時15分で忘れないようにします。ありがとうございます。で、もしかすると、家庭教師が9時45分に終わるので、この土曜、木曜と5分遅れたりとか、あるかもしれないですけど、だいぶ準備自体はね、できてきたのでね、いけるんじゃないかなと、ギリギリ滑り込んでね、やっていきたいなと思います。はい。ね、だから11時からではなく、この時間でね、いけたら。また七種のゴンベイさんとかね、実はブログの方とか来ていただいて、寝ちゃいますとか言ったので、早く来てくれると嬉しいな、なんて思っています。はい。ということでですね、なかなか今ライブの方が、いろいろ実験、24時間ライブも実験してて、結構不具合が出たりとかしてます。でも、いろいろ試行錯誤して、自分がね、長い間チャートを見れるっていうのが一番、ちょっとした時にライブ見てね、自分もたくさんの時間、チャートを見たりして勉強したいし、
まあ本も読みたいしっていうことで、まあほとんど24時間ライブは自分の、なんかラジオ的にね、見たいっていう学びの時間にはなってますけどね。続けていきたいなと思っております。はい。それではですね、早速ですけども、今日満載なので、すいません、満載です。お話してきて、今日のですね、こちらですね。これですね。今日の特集からまず、ちょっとだけお話しますけど、見えますかね？本がいっぱいですけど。すげえ本がいっぱいになってる。今日はですね、特集で、こちらの、FX チャート実践編というのと、それから、もう一個。ちょっとこれ表紙忘れてしまったんですけど、FX の、チャート資金管理っていう方ね。こちらの2冊を、解説というか、内容をちょっとだけね、お話ししたいなと思います。今後、木曜日は、まあ、テクニカル中心でやる中で、この FX のこの2冊を、どういう風に紹介していきながらやっていこうかって、ちょっと一緒にね、考えていけたらなと思っております。この2つ選んだ理由は、前回もちょっと話したんですけど、問題集です。問題がついてます。なので、ライブ向きだなと思うのと、ただこう知識をね、話すだけじゃなくて、しっかりね、もう今、いつも恒例ですけど、クイズとかをやってるじゃないですか。で、これも問題がしっかりついてるので、しっかりこういうライブの中でアウトプットができるんじゃないか。ただ、アウトプットの仕方でも、やっぱ問題2種類、こう2冊あって、アプローチがちょっとやっぱ違うんですよね。FX といっても。なので、これしっかりね、どんな形で書いてあるかをちょっとお話ししながら、今後、木曜日のどういう形で入れていこうかなっていうのをちょっと、探っていきたいなと思っております。はい。それではですね、最初にもうせっかくなので、いつもの恒例のところからやっちゃいますね。今日はちょっと余分な話があんまりありません。ちょっとね、これね、結構2冊ね、忙しそうなので、はい。先にこれから言っていきたいと思います。ごめんなさい。これじゃねえわ。はい。株トレいきますよ。早速ですけど。問題の方ですね。この株トレ。もう、しめじさんも何回、だいたい出てましたかね。38番ですね。もうすでに。38番です。じゃあ、いきますよ。もうね、60番までなので、だいぶ後半戦に来ました。はい。これがね、だいぶこう FX にスライドしていくっていう、これ今ほら、株トレじゃないですか。で、ここから、まあ、基本 FX とやっぱり似てると思います。テクニカル中心なので、はい。なので、これをやっていくとスムーズにね、FX のこともね、学んでいけるんじゃないかなと僕は思っています。はい。それじゃあ問題読みますよ。問題。節と節目でせめぎ合いということですね。L 社の8ヶ月の週足と、売買高です。チャートの方見えますかね。はい。こちらの方ですけども、売り、買い、様子見、どうするということで出ています。ちょっとだけ言いますね。チャートの方の節目、今ちょうど節目が500のあたりに節がありますね、1個。450のところにも節があります。で、600前後のところにも1個節がありますね、ここに。チャートの節っていうか。トレンドライン、平行線っていうんですかね。で、売買高は、ちょっと直近は低めですね。でも、上昇していて、一番最後が、陽線になっています。結構大きい陽線が出ています。売買高下がってきて、ちょっと上がったのかな？見えますかね？はい。今日3択ですね。売り買い様子見どうするかっていうことですね。はい。ヒント。じゃあちょっと、下。ちょっと、しめじさん考えていただきながらです。しめじ、売りに1票。今回あれですね。
遅延が少ないから、もうレスポンスも早いですね。はい。ちょっとヒントだけ読みますね。暴落後はボックス圏で推移と書いてあります。L 社の、週足と売買高にはたくさんの情報が詰まってます。8ヶ月前に暴落して、その1ヶ月後で400円台で一旦底をつけて反発。暴落最終局面で売買高が大きく増えたことがわかります。暴落に耐えきれず、大当てで投資家がたくさん売ったようですと。はい。その後、大当てで間違えた。株価は反発して、何度か上値をトライしましたが、成功せず、下値もトライしましたが、下振れもせず、ボックス圏で推移してます。この600を超えてないんですね、この今の陰線が。ということですね。ここ。あ、そうですね。なるほど。そうだな。僕はちょっと弱気で様子見にしようかな。やっぱここ、上がったら、ここの570のサポートラインを上抜けたら買いたいですよね。だけど上抜けてないから落ちてくる可能性もありますね、これ。まだここ。はい。売買高が上がってるけど。様子見にします。じゃあ行きますよ、清水さん。はい。答え、ドン。様子見でしたね。はい。まだ、上値節を抜けてませんと。ちょっとここ読みますね。ここ、チャート見てくださいね。見えますかね。はい。読みますね。上値節を抜けていませんし、売買高も増えていないから、私なら様子見をします。買いでも OK です。2ヶ月前に大陽線を立ててから、下値切り上げを続き、上値抵抗線のすぐ手前まで株価が戻ったからです。これちょっと書いてますね。売買高がちょっとまだ増えていないのと、上値トライ失敗した。これちょっと前のやつですね。レンジしてるとこですね。はい。で、下値の、この支持線。ここですね。ここも抜けてないからまだレンジ相場だからっていうことだと思いますけどね。はい。でも前回上値トライして4ヶ月経っているので、日柄整理は十分。100株を試し買いしてダメならすぐ売りでも OK ですとあります。その後、2週間週足をつけたのが以下のチャートです。結局レンジになっちゃったんですね。この後のチャートだったんですね、これ。以前にも同じように600円手前の上値抵抗線で打ち返されて、ボックス圏に戻されてしまいました。はい。2週間時点で売りは筋が良くない判断と。もう少し上に抜けると大失敗になるからですと。たまたま下がりましたが、結果論に過ぎませんということで。ちょっと難しかったですね。ボックス圏の中では、ちょっと様子を見ましょうっていうことだったですけどね。明らかに売りと買いのシグナルが出てないというか、この平行線も下抜けてないし、上も行っていないと。このあたりにずっといて、売買高もまだ急に上がってるとかね、そういうわけでもないということでした。はい。よろしいですかね。それではですね、次、あれいきます。じゃ株価チャート大全の方ですね。こちらの方も参りたいと思います。株価チャート大全の方も、前回は、カップイズハンドルとかその形状のところをちょっとやったんですけど、今日はですね、見えますかね。操作ウィズハンドルという名前のものをやります。じゃあ、画面の方はね、具体例の方を見せますので、ちょっと僕のこれ解説を読んでいきたいと思います。操作ウィズハンドルと言います。
お皿のように滑らかに底根を形成するというものになります。アップイズハンドルと似てますよね、ここ。操作ハンドルっていうのは。操作ウィズハンドルとはトレンドを示唆する、チャートパターンと言います。で、相場の高値圏で出現すると、操作トップ、ここね、トップ。安値圏では操作ボトムと呼ばれています。操作とはお皿のことで、操作ボトムの場合、価格が安値圏で底打ちして横ばいになり、ゆっくりと上昇することでお皿のような形状になります。アップイズハンドルと似てますよね。こっちのが大きいですね。はい。もう売りの人たちが少しずつ少なくなってきて上がってきて、で、ここにハンドル部分ができているということですね。はい。操作ボトムや操作トップを使ってエントリーのタイミングを分析する場合、前のところのアップイズハンドルと似た考え方があります。はい。つまり操作を完成した、ここ部分が完成した後、アップイズハンドルとおけるハンドルの他の安値をネックラインとして、このラインをブレイクしたらエントリーができる。これ定番になってきましたよね。こういう、このネックラインを抜けたところが、買いサインだよっていうのは、もうしょっちゅう出てきますね。はい。この形は。これが操作なのか、カップなのか、見方の違いじゃないのって感じはしますけどね。なかなかこういうの、見ないですよね。気づかないだけかもしれないですけど。しかも週足で、これ、チャートが KDDI の週足ですけど、週足ってこんな形状してたら面白いですよね。はい。で、ここに書いてあることで、1個、出来高、よくある、この売買高ですね。と組み合わせると、分析の精度が上がるという風に書いてあります。また、カップイズハンドルと操作ハンドルどちらでも言えますが、売買高、出来高ですね。と組み合わせると、より精度が高まります。出来高の増加に伴って、ハンドルが形成されると、買い手の総数が増加してため、ネックラインブレイク後の上昇の勢いが、これですね、高くなりますということですね。なんかもう、形が似てるけど名前だけ付けちゃってる感じですね。カップイズハンドルより、こっちの方が長い。操作ウィズハンドルと言います。いいですね、これは。なんか。はい。じゃあ次行きますね。もう一個。今日ね、ちょっとすいません、コーヒーがね、そう水筒を本当にこぼしちゃってダメですね。はい。こういう水筒は良かったですけど。はい。それでは、すいません。また解説続けますけども、トライアングルいきます。これ、もうよく聞きますよね。三角持ち合いってやつですね。そういう風に見えるかどうかですけど。はい。もうよく見る形状だと思いますけど。これですね。そちらの方で見えるのはベースという会社。あれですよね。ベースとかいうやつですね。香取慎吾がメルカリみたいなとこなのかな。やってますね。ベースの、冷やしのチャートになります。はい。じゃあちょっと読んでいきますね。トライアングル。三角形が崩れた方向に大きく動くという形です。株価が一定の範囲内で膠着しながら動いている状態を持ち合いと言い、持ち合いの中でも、株価の上下の幅が徐々に狭くなってきて、三角形に近づくことをトライアングルと呼びます。お花、遅くなりました。どうもお花さん、どうもよろしくお願いします。いや、告知しました、お花さん。早い時間になりました。今度から。土曜日からスタートで、土曜日が10時半
間違えた。俺自分が分かってない。土曜日が10時15分。うん。で、あさってから。で、この木曜日が30分早くて10時半からにします。はい。すいません。早くして、みんなが眠くなるのを防ぐというか。あとちょっと準備も、だいぶ手際良くなってきたので、準備1時間もかかるかどうかなってきたので、まあちょっと少しでも早くやろうかなと思っております。はい。あさってからね、10時15分になりますんでね。で、終わりを、まあ1時間で終わるようにしたいですね。はい。なので、土曜日はできれば、23時15分で終わりたい。10時15分。そうですね。1時間だと。で、木曜日が、今日目標は、11時半かな？そうですね。1時間で終わるようになんとかしたいと思います。はい。ちょっと最近どんどん長くなっちゃったので、勝手に自分が長くしてますけど、すいません。よろしくお願いします。お花、了解です。寝ないで頑張ります。早くなりましたので。あ、そっか。お花さんもあれなんです。もしかしたら、あれですか？なんか途中うとうと10時台とか、どっかで寝ちゃうとか、拾い寝しちゃうとか、そういうタイプなんですかね。あと、低遅延になったので、だいぶこうやってね、光ファイバーが調子がいいのか、レスポンスがうまくやれるようになったで嬉しいですね。早めにできるようになったので。お花、はい、そうなのです。ああ、なるほどね。そうなんですね。はい。まあ、本当にすいません。少しでも早くできてやれるようにしていきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい。それでこの三角持ち合いの方を続きますね。こちらの方なんですけど、トライアングルの形状には3つありますと。あ、よく聞きますよね。この三角形の形がね、一つは、ペナント。二等辺三角形で、売りと買いが拮抗しており、株価がどちらに向くか、不透明なパターン。うん。あとは、よくアセンディングトライアングル。要するに、こっちの三角形でもこれ、ほら、下が平行線でこれが斜めになってるじゃないですか。この形のものと、平行線が、ごめんなさい、水平線があって、下にできる三角形のものと、で、両方が上も下もできる、普通のこの線がないやつね。この上の斜めの線と下の斜めの線ができる三角形とっていうことで3つあるということになります。その名前を一応、アセンディングトライアングルっていうのが、三角形のラインを引いたとき、上が、これを上とするんですね。上が水平で、今度、こっちが斜めの安値のとこが安値を切り上げてるやつ。この形の反対なものを、アセンディングトライアングル。で、ディセンディングトライアングル。これ今出してるの、ディセンディングトライアングルっぽくないですかこれ。あ、そうだ、これディセンディングトライアングルですね、こっちは。下が水平線で上が斜めね。うん。という風に、なります。名前つけてるだけなので別にいいんですけどね。はい。それがどういう意味かっていうのが分かればいいと思います。ちなみにこれディセンディングトライアングルっていうのは何度か反発した、これね。あと、斜めに乗ってて徐々に高値を下げてますよね。この三角持ち合いの場合は下に抜ける可能性が高いというか、この水平線のこの丸いところ、見えますかね。こちらのところに下抜けた場合はもうこの水平線から抜けちゃうケースが多いよってことですね。売った方がいいという、サインになります。はい。こういう風になんかチャートが見えてくるといいですよね。三角持ち合いから抜けたって。たまにありますよね。こういうので抜けちゃってるところとか。髭で抜けちゃってるとこ。
これはあんまり気にしなくていいと思います。実戦で抜けた時に抜けて一回ここで戻って、この水平線にまたタッチし、一回反発してタッチして落ちた時がチャンスかなと思います。売りのね。はい。よく僕三角持ち合いはやっぱり見ますね。見えるっていうか、線をよく引いてたので見えることはありますね。これはディセンディングトライアングルで下落する時のサインになります。はい。ということで、次回多分ね、ウェッジ、この斜めになってるやつ、三角持ち合いと似てますけど、ウェッジっていうのも説明していきたいと思います。はい。あ、お花さんもうあれ、1個クイズ終わっちゃいました。すいません。カブトレの方終わっちゃいましたので、はい、すいません。また、もう今60問中、38問いったので、だいぶ来ましたけどね。はい。それでは先に次のものをやっちゃいましょう。はい。来ました。これだ。こっちですね。皆さん大好き。投資の教科書のクイズを先にやります。はい。こちらの方ですけども、今日は、問題が第6章。もうこれね、もうやったように、この投資の教科書の方は、第7章までしかありません。だから、次回で最終回になります。もうね、振り返るのは、今ちょうど FP 講座で、この投資の教科書の内容結構やってるので、こちらの方は問題と答え合わせだけにして、で、土曜日にね、特にこの、投資の内容についてや、それから、税金のこととかね、保険のこととか、そういったものは土曜日にね、一緒にね、学んでいきたいなと思っております。はい。あと2回やります。で、今日は第6章がどういう内容かというと、問題の内容は、株式取引、それから成り行きと指値、からキャピタルゲイン、からインカムゲイン、それから株主優待、それから、俺こっちで見えない。ちょっと見にくいな。カメラでちょっと見えない。6の7、株価チャートか。それから次がですね、企業分析。IPO、米国株投資、GAFA、それから米国高配当ということで、12問ございます。はい、12問です。いきますよ、最初。今日、ここで、あとはになりますんでね。はい。いきますよ。では、読んでいきます。丸×チェックしてくださいね。いきます。終了テスト。次の各文が正しければ丸。誤りなら×と答えなさい。右の回答隠してやってくださいと。いきます。1番。日本の株式売買は原則として100株単位しか行えないため、個別銘柄への投資には数十万円程度まとまった資金が必要になる。もう一度読みます。日本の株式売買は原則として100株単位でしか行えないため、個別銘柄への投資には数十万円程度のまとまった資金が必要となる。丸か×か。ちょっと、あれがない。最近しめじいさんがめちゃくちゃ調子いいですよね。もう、FP 講座も、もう、3級2級とか受かるんじゃないですか、もう。ほんとそう思ってきました。はい、次行きます。2番。株式注文方法には、今の市場の値段で売買する成り行き注文と具体的な価格を指定する指値注文がある。もう一度言います。
株式の注文方法には、今の市場の値段で売買する成り行き注文と具体的な株価を指定する指値注文とがある。丸か×か。よろしいですかね、ここは。いきます。3番。株式投資で得られる3つの利益。キャピタルゲイン、インカムゲイン、株主優待のうち、最も規模が大きいものはインカムゲインである。もう一度読みます。3番。株式投資で得られる3つの利益。キャピタルゲイン、インカムゲイン、株主優待のうち、最も規模の大きいものはインカムゲインである。丸か×か。この辺はちょっとやっぱり投資してるので、感じですね。いきます。4番。インカムゲインとは、企業の利益の一部を配当金として株主に還元するものを示す。もう一度読みます。インカムゲインとは、企業の利益の一部を配当金として株主に還元するものを示す。丸か×か。よろしいですか？次行きますよ。5番。株主優待は自分の株式を保有しているすべての企業から受け取ることができる。もう一度言います。株主優待は自分が株式を保有しているすべての企業から受け取ることができる。丸か×か。ちょっと引っかかるな、これ。ひねくってないかな。じゃあ、いきますね。6番。これ上げてるか。企業の経営状態や株価の割安感を把握するための代表的な4つの指標には、PER、株価収益率、PBR、株価純資産倍率、ROE、自己資本利益率、ROA、総資産利益率がある。丸か×か。もう一回言いますね。ちょっと難しいですね。企業の経営状態や株価の割安感を把握するための代表的な4つの指標。1番が PER、株価収益率。次が PBR、株価純資産倍率。次が ROE、自己資本利益率。最後が ROA、総資産利益率がある。丸か×か。これちょっと難しいですよね。ちょっと微妙だな、これ。はい。次行きます。7番。株価の変動の仕方は全く予想ができないため、株価チャートは参考にならない。もう一度言います。株価の変動の仕方は全く予想できないものであるため、株価チャートは参考にならない。丸か×か。いやー。あと5問ですね。8番。ファンダメンタル分析とは、株価チャートの動きから短期的な値動きを分析する手法のことである。もう一度読みます。8番。ファンダメンタル分析とは、株価チャートの動きから短期的な値動きを分析する手法のことである。丸か×か。次いきますよ。9番。IPO、新規公開株の
応募価格は本来の価格より格安に設定されている傾向にあるため、上場後、値上がり幅が大きくなりやすい。もう一度読みます。IPO、新規公開株の公募価格は本来の価格より格安に設定されている傾向にあるため、上場後の値上がり幅は大きくなりやすい。丸か×か。あと3問です。ちょっとこれ切れてるかもしれないけど読みますんでね。10番。米国株をはじめとする海外株式は日本の証券会社では取引することができない。もう一度読みます。米国をはじめとする海外株式は日本の証券会社では取引することができない。丸か×か。カメラで見えんな。11番。下に見ますね。米国株は1株から購入できるため、ガーファムといった世界的企業であっても比較的手軽に投資することができる。もう一度読みます。米国株は1株から購入できるため、ガーファムといった世界的企業でもあっても比較的手軽に購入することができる。丸か×か。そうですね。本当に便利になりましたよね、ガーファムは。昔ちょっとあれですけど、アマゾンが高くて、なんだこれ高いなと思ったけど、ちゃんとアマゾンも20分割ぐらいしちゃったので、もうね、便利になりましたよね。思い出話しちゃダメだ。はい。最後ですね。12番。米国企業は株主優待よりも配当を重視する傾向にあるため、高配当銘柄や増配を続ける銘柄などが多い。もう一回言います。米国企業は株主優待より配当を重視する傾向にあるため、高配当銘柄や増配を続ける銘柄などが多い。丸か×か。はい。終わりましたね。じゃあ僕の方から、ちょっと口頭ですいません。バーッと言っていきますね。シメディ、1がかける、2が0、3がかける、4が0、5がかける、6が0、7がかける、8がかける、9が0、10がかける、11がかける、12が0。なるほど。僕もと若干違う。まずね、僕1番丸、2番丸、3番×、4番丸、5番×、6番丸、7番×、8番×、ここ一緒だな。9番丸、10番×、11番僕丸にしちゃったな。12番丸。若干違ってますね、僕も。はい。ワナさんどうです？ちょっと大変ですよね。丸とか×書くの。どうしましょうかね。シメディ、1と11が違いますね。さすがですね。早いっすね。はい。どうしましょう？お花さん、回答、どうしましょう？その間ちょっとコーヒー飲みますか？最近、チャートは見てるんで、米国株も、ちょっといい感じになってますよね。この後、ちょっと解説しますね。土曜日本当にうまいですね。お花送ったの出てないですか？あ、本当？シメディ、もしかしたら入力してるけど認識されてないかもしれませんね。あ、そういうこともあるんですね。じゃあすいません。そういうこともあるかもしれないですね。すいません。なんか入力していただいたのに。シメディ、1、0。はい。修二さんどうしたんですか？思い直したってやつですか？これは。じゃあどうしましょう？回答いきますか？じゃあ。せっかくなので。いますよ。シメディ、違います。あ、本当ですか？
きまーす。ドン。1が丸。お花、お願いします。あ、すいません。ありがとうございます。1が丸、2が丸、3が×、3番なんだったっけ ?3 番が、インカムゲインとキャピタルゲインのやつ。ああ、これは、キャピタルゲインが、そうですね。で、4番が丸、5番が×、6番が丸、7番が×、8番が×、9番が丸、10番が×、あ、俺、あれ全問正解かな俺。あ、もしかしたら今日俺が全問正解かもしれないです。ちょっと×。シメディ、おめでとうございます。シメジさん、レスが早くないです。予想して打ってますめちゃくちゃ早いや。これどれぐらい遅延してないんだろう。びっくりしました、今。早いですね。3秒か4秒ぐらいで来るのかなこれ。遅延がないですね。ちょっとじゃあ、見てきますね。3番が、×なのは、これなんだっけ？キャピタル、インカムゲインになってるんですね、これが。ということで、違いますと。そうですね。から5番が、すべての受け取るわけじゃないってやつですね。株主優待をね。はい。制度やめちゃってるとこもありますよね。みんながみんな、どの企業も、なんつうの自転車漕いでる人、あの人なんだっけ桐谷さん株主優待でなんかこう、自転車で走り回ってる人いますよね。全部の企業が株主優待しないですよね。はい。でも日本は多いですよね。株主優待している、企業っていうか。なんかそんな感じはしますけど。7番は何ですかこれ。7番そうですね。チャート当てにならないっていうのは違いますね。だからこの8番も違いますね。ファンダメンタルじゃないですね、これ。短期的な方だとテクニカルですもんね。10番は何？外国株は日本の証券会社でも SBI とかでもできますよね。ということですね。はい。よろしかったでしょうか？今日あんまり解説ができなかったですけど。トレードやっぱりするとだいぶここは勉強しなくてもいいかもしれないですね。はい。シメディ、1番の問題見せてください。1番ですね。はい。1番がですね、日本の株式売買は原則として100株単位でしか行えないため、個別銘柄の投資には数十万円とまとまった金額が必要となる。CFD とかだと安く、やってますけど、あれ先金決済になるので、基本的には個別銘柄は100株単位ですね。トヨタ自動車だったら72万円とかでしたっけ？あと、いくらだ？任天堂なんかめちゃくちゃ高いみたいですよ。600万とか、なんか、個別銘柄するみたいですね。はい。ということですね。なので、逆に言うと、米国株の方が本当に安く買えるんですよね。はい。一株あたり ETF とかもそうですけど、本当に小さい金額で買えますね。アップルも、今、一株、15,000円ぐらいで買えますよね。裏を読みすぎました。はいはい。株が安い場合は10万もいらないと踏んでました。確かに。安い100株で10万いかない株もありますね。1株あたりの値段が安いのもまだありますね。はい。そう。そう、これ、裏読みますよね。今の僕6番なんかも、間違ってるんじゃないかと思いましたもん。1000以下の安い銘柄あるので、X にしました。なるほどね。これはみんなそういう風に読んじゃうんですね。知ってる分。いろんなケースがあるな、ということで。
判例があるじゃないかみたいな。すいませんね。これ原則としてみたいな書いてありますもんね。はい。はい。ありがとうございます。それでは、ちょっとここで相場の関係をね、今日の見ていきたいと思います。はい。今日相場がスタートしました。すいません。為替の方からいきますね。やっぱ今写真いっぱい出してるのでちょっと若干重いですけどね。はい。ドル円の方が下がってきております。130.6 まで来ております。ドルインデックスもこういう形でなってるので、基本的に円高、ドル安という傾向になっております。特に目立った動きはないですけど、円高ドル安とかドル安の方に動いてます。世界的に。ただ、そうですね。東南アジアのあたり、台湾とマレーシアあたりがだいぶ日本より落としておりますね。はい。トルコがね、地震が起きたじゃないですか。だから最近。ワイプの泥さんがカクカクしてますね。あ、本当ですか。ちょっとね、今日いっぱい写真出したので、はい。まあ、ありますね。音声は大丈夫かなと思うんで。今日写真がまだいっぱいあるの。パソコンにかなり負荷をかけております。あれ、トルコどこだったっけ？シメディ、滑らかに戻りました。ありがとうございます。あれ？トルコ、リラがないな。あった。まだこんな感じなんだね、今日は。はい。トルコの ETF もすごい落としてますね。やっぱ地震の関係で。はい。それはちょっと気になりました。じゃあ日本見てみますね。日経。こういう時にすごいパワー使うんですよね。はい。日経の方ですが、最近ちょっとレンジになってます。27,584 で終わっております。今日もそんなに動きないですね。はい。だいぶないです。はい。そんなに日本は動いてます。相変わらず25,000、安いところは 25,600。上がね、もう 28,000 なかなかいかないですね、今。ちょっと最近2万、このあたりで下がっていったりしますね。レンジで動いてますね。はい。じゃあアメリカ注目の見てみましょう。お、続伸か？続伸してますね。ナスダックが、1.03 プラスで 12,000 超えましたね。半導体がいいですね。先物も見てみると、SP500 の先物がもう取引前からちょっと上がって 4,150 まで来ました。ナスダックの先物の方は12,600 まで来てます。特に、100の方が強いので、ヒートマップちょっと確認しましょう。2年債の金利はちょっと落としてますけど、10年債の長期金利の方がね、結構落としております。半導体元気いいですね。という状態。まあ、このあたりちょっと個別銘柄もね、見ていきたいなと思います。じゃあ世界の方見ていきましょう。やっぱちょっと遅いな。はい。中国、上海総合指数3200。ちょっとずつ、今、いいですね。良くなってきましたね。底打ち感が出てきました。香港も21,600。最近21,000あたりをちゃんとキープしてますね。はい。インドは、レンジ。ベトナムは昨日、上がったんですけど、今ちょっとまた一回下落トレンドに来てるかもしれないですけど、
持ち直すかどうかですね。はい。今日アジアはあんまり良くなかった代わりに、ヨーロッパが今日いいですね。すごい。ヨーロッパかなりいいですね、これ。ドイツがもう、ダックスが 15,500 まで来てますね。ユーロはもう 4,261 SP500 より上回ってますもんね。はい。イギリスはイギリスこれもう最高値近いですね。7,900ですね。知らない間にイギリスももうかなりいいですね。もうヨーロッパが今回エネルギーの関係がそんなにダメージなかったですよね。天然ガスとかもあんまり動かなかった安かったですよね。もうなんか冬場エネルギー供給でなんかロシアとまたなんかウクライナでやるかなと思ったんですけど、やらずに安定して戻ってきちゃいましたね。ヨーロッパがしっかりと。はい。そんな動き、本当対照的ですね、ここが。南アフリカ。だいぶ戻ってきましたけど。トルコこれ、見てください。ちょっと見ますか。トルコの ETF。最近なんか、トレーディングビュー出すと、何個かね、トレーディングビュー出してると、あれがダメになります。他の、いくつか出すとね、有料でもダメみたいで、なんか、表示が良くないみたいですね。出るかな？もういっぱい出してるもんね。写真。消した方がいいのかな、これ。ちょっとやったやつ消しちゃうか。はい、出ましたね。ちょっと、これは絶対僕がいっぱい写真出してるせいなので。はい。トルコ見ますね。これかな？これタイか。もうタイ出しちゃった。TUR。あれ？ティッカーコード TUR がないぞ。これか。ありましたね。トルコの冷やしですね。シメディ、いつになく重いですね。低遅延にしてて、今日はいっぱい出してますのでね、写真を。はい。光ファイバーでもダメですね。見てください、トルコ。やっぱり、すごいですね。地震があった時からも、売られまくってます。株の方が。しょうがないですよね。今、あれですか、11,000人？しかもあれですよね、もう発生から3日以上経ってますよね。問題ですよね。これはね、もう株もね、もう、今日戻したんですね、ちょっと。このところから。これ見えますかね。これ、書けるかな？お絵描きできる？お絵描きできないかな？ちょっとお絵描きが。今ちょっと水平線パッと引いたんですけど、このところから支えられたっていうか一回反発しましたけど、いや、これまだトルコはわからないと思います。まだわかんないです。すごい売買高っていうかが高いです。これ、青色ですけど、一回落として戻したから青色になってるだけで、全然まだ下がる余地あると思いますね。はい。ちょっと今、トルコこういうなんていうかな、地震とかこういう災害リスクっていうのはね、珍しくあるので、オーストラリアも前噴火の時かな、トンガかなんか噴火した時も、オーストラリアもすごかったですね、これ。2年前だったかな。はい。ありましたね。はい。ちょっと珍しかったので出しました。はい。あとコモディティちょっと言って、終わります。そうですね。特集が今日できないですね。遅っ。はい、遅い。いいです。低遅延の方が大事です。はい。ゴールドの方が1881ということで、最近この位置多いです。シルバーも最近この位置ずっとレンジっぽい動きをしております。
それから原油の方ですけど77。これもね、意外に下がってきてないですね。ずっとこのあたりをうろうろしてます。天然ガスだけ安値をどんどん更新してます。はい。天然ガス見ましょうか。出るかな？ガス。あ、これ天然ガスの冷やしです。もうすごい安くてこう見えなくなってますね。上がるかなこれ。あ、いかん。追いかけしちゃった。見えますか？ここ。とんでもないですね、今。天然ガスが。どの位置まで下がってる？あ、ここですね。もうこのレジスタンス。ここ結構強いですね。ここ。止まってますね。今の位置結構止まってるので。いやー、これ、ちょっと様子見て買いたい人も出てくるんじゃない？いくらなんでも。まだ様子見ると思いますけどね。ここで揉み合って、売りが消えてきたらね、見えますか？ここ冷やしで。ずーっとここ一回ちょっと揉んだんですけど、また落としてきて、今ここも揉んでますよね、冷やしで。ね。これまだわからないです。売買高も見えますかね？まだ小さいので、ね。今、ここでもうちょっと上がってきて買いだったらいいですけど、天然ガスもかなり低い。これヨーロッパのでもエネルギー事情にもつながってると思います。はい。だって、こうですよ。4分の1ぐらいになりましたもん。もう10近かったですもんね。はい。ここね、今。見えますかね。サポートラインに支えられている位置ではあります。こうやって。見えますか？こんな感じですね。はい。まあ、抜けちゃったらこれ偉いことです。ここまた抜けたら大変。これ抜けたら 1.7 ですよ、次。1.7 すごい。この間まで9あったのに価格が6分の1になるなんて。はい。落ちたら大変。一応これ様子見ると面白いと思います。もうこの位置で止まるんじゃないかなと思うんですけどね。はい。そんなとこです。で、ちょっと、時間がなくなってきちゃったので、テクニカルの今日の相場の話はこれぐらいにして、今日の特集いきたいと思います。はい。すいません。今日の特集これですね。FX チャート実践編ということで、どんなものがあるかをちょっとあと10分ぐらいでお話をしたいと思います。まずこの、二階堂さんというところなんですけども、最初にこの初めにっていうところがあるんですが、これ読んでるとちょっと大変なので、この方の、僕ちょっと読んだので簡単に説明すると、こちらの本なんですけど、特にマルチタイムフレームって言って、環境認識ってありますよね。チャートで言うと4時間足とか、1時間足とか、15分足とか。どうも、この、FX チャートの実践編は、そのマルチ分析ということを大事にしていて、すごくそれで有名になったもので、ちょっと大きいですけど、世界一わかりやすいっていうことで言ってます。で、この本は、何種類かありました。見たら。この、なんか緑色の表紙が。はい。でこのマルチタイムフレームのことが書いてありました。で、このマルチタイムフレームの中で特にやっぱり、テクニカルの、なんていうのかな。今やっている株トレを参考にしてもらうとわかるんではないかなと思って、特に問題が良かったと思います。じゃあ、まあ、そんなことを、マルチタイムフレームのことについて特に書いてあるというものです。ちょっとですね、これキャプチャー1からどんなことをやるかっていうのを説明をしていきますね。はい。キャプチャー1、スイングトレードを始めようということで、まず FX のスイングトレードとはっていうことを言います。それから次に、空いてる時間に FX で稼いでみようと。から3番が FX の取引会社についてどうかと。それから4番がリスクの大きいトレードをしないということになってます。最初これ
知識のことですね。を話しますね。問題はね、もうちょっと後から出てきます。それからキャプター2が、スイングトレードを使うチャートとして、この方は移動平均線とボリンジャーバンドを使ってるようです。ボリンジャーバンドってワニの口したようなやつ。はい。シグマ、偏差値でね、シグマ1、シグマ2、シグマ3っていうところをこう、調整してやるやつですね。この、ボリンジャーバンドの幅の中に、ロウソク足が入っていれば、シグマ2だったら 96% まで、入ってるとか、そういうテクニカルの指標になります。それから、移動平均線の使い方。から次、ボリバンの使い方ね。から、チャートは MT4 を使うと書いてあります。まあ、僕はこれ、トレーニングビューでもいいかなと思いますけどね。だから、キャプチャー3ですけども、高値切り下げライン、安値切り上げラインの手法ということで、最初が4時間足か1時間足にボリンジャーバンドを表示させる。いいですね。日足ベースでトレンドが発生しているか見分ける。ここら辺、環境認識ですね。日足を見たりする。で、4時間や1時間を見る。から日足のタイミング。だからすごく、みんな FX って、短期足を見がちなんですけど、最初は、同じ株と一緒に日足や4時間足、1時間足でこう、まず、環境認識って上がっていく相場なのか、下がっていく相場なのかを見ていこうっていうことになります。それから、トレード戦略のまとめ。ロングエントリーの条件。ショートエントリーの条件。で、ここからですね、知識が終わって実践解説ということになってきます。4時間足の実践。5ドルとかね、スイスフランとかユーロとかの話になっていきます。で、トレンドの序盤に、トレンドの序盤と終盤に注意するということですね。キャプチャー4からスイングトレードの問題に入っていきます。はい。4番から5番に。この、問題集が40問あります。はい。なので、使い方と僕しては、本当は、このキャプチャー4からやってってもいいんじゃないかなと思っているんですけどね。こちらの方は。一応40問こう変わります。だから最初のキャプチャー3まではちょっと知識みたいな話が多いですね。で、キャプチャー、ごめんなさいね。6のところで、あれちょっと待ってください。これか。あ、飛んだ。ごめんなさい。6、7、8ぶっ飛びました。写真切れちゃってる。6、7、8も、ロスカットラインを引いたりとかすることをやります。まあ、いっか。こっちで読めばいいね。ロスカットについてキャプチャー7とキャプチャー8はあります。で、これキャプチャー9ですね。で、これは移動平均線の内容が中心になります。はい。で、キャプチャー10に今度はスイングトレードのスキルが身につくっていうことで、10問やります。ということで、見ていただくと、FX といっても割と最初は長い時間足でやっていきましょうということで、そんなにビビることはないんじゃないかな。5分足とか1分足でチャカ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 してるような緊張にあるものではなくて、まあ、環境認識をまず重視にして、株と一緒ですね。だってこれ、10のところを見てみると200日、200MA 使ってますから、かなり長期で使いますよね。1分足でも 200MA だったら、だって、200分ですもんね。3時間40分とか、1分足だって200だから、200本ですもんね。はい。ということになります。それで、これがですね、第1問の問題になります。ちょっとだけ今日問題だけこんな風だよって見ますね。読みますね。A を起点にして切り下げラインを引いてください。視点は複数あります。A を拠点にして、チャートはね、5ドルです。1時間チャートになります。切り下げラインを引く。こういうラインを引くってことですね。はい。ちょっと待ってくださいね。答え。
キャプチャー1の A を拠点にして切り下げライン。わかりますかね？A を拠点にして切り下げラインですね。こんな感じですね。あれ見えますかねこれ。あ、これ俺書けないのか。しまった。あ、答えがあるからいいか。今日のトライアングルですね。覚えてます？今日の株価チャートの株価チャート大全の方のディセンディングトライアングルをちょっとイメージしてくださいね。ここのこういう感じ。こういう感じですね。はい。という問題が第1問でした。よろしいですかね？こんな感じで、考えてみてください。で、ちょっと回答しにくいとこもありますよね。こういう感じみたいな。はい。すいません。こういう風に言っていきます。はい。ではですね、次に、もう一個の、こちらの方が僕はいいかなと思っております。いいかなっていうのは、今のさっきの FX チャート実践は問題をやっていく方がいいかなと。でこっちの、チャート&資金管理実践トレーニング鈴木拓也さん。この方 YouTube でも喋ってるんじゃないかな。なんか見たことがあるんですけど、布目線あたりもしかしてこれ知ってるかもしれないですね。この方の、内容としては、アウトプットをしてくださいねっていうことで、やっぱ問題がね、特にわかりやすかったなと思います。で、またこれも目次があるので、いろいろ言ってきたいと思うんですが、コンテンツ。1番、FX で稼ぐための準備と心構えということで、FX を始めるために準備しようねっていうこと。心構えですね。FX 使いこなせる実力を身につける。チャート分析に有効な理由。から感情をコントロールする方法。トレードの環境を整備するってことで、最初の心構えっていうところはね、わかりやすいですよね。うん。問題に入る前にもしこの心構え伝えていけたらいいですよね。はい。それから、キャプチャー2の方が、チャート分析の相場環境認識。環境認識はさっきの、FX チャート実践と同じなんですけどね。はい。こういうことをやっていきます。で、もうキャプチャー2から演習問題に入ってまいります。はい。レジスタンスサポートライン、水平線を引きましょう。はい。ということとか、この、演習問題4とかね、複数のラインが重なる箇所は、絶好のポイントだということも言ってますね。で、ちょっと、演習問題が何本あったかな、これ。こっちがね、全部で50問ぐらいあったかな ?MacD とか。はい。で、もうちょっと時間がないので紹介が、レバレッジコントロールもですね、かなり演習が多いです。で、これ最後ちょっとお見せして終わりますけど、まずここのキャプチャー2の基礎知識っていうのがあって、例えば相場の環境認識がトレンドの第一ステップということで、最初ちょっと読んでもらって、で、問題をやるっていう形ですね。はい。だいたいね、この構成がね、ちょっと最初に知識を入れておいてから、その問題をする。インプットちょっとしておいて、問題を出すっていう形なので、構成的には学んでおいて問題出すから分かりやすいかなと思う。授業的にはね、学びやすいかなと思います。今の、相場のね、知識ゼロっていうところからこの演習問題。演習問題がね、上位足のレジスタンスサポートを認識しようと。ちょっと問題読むと、日足で現在の、
相場環境認識を行い、トレンド判断とサポートラインとレジスタンスラインを引いてください。この時に1時間足で買いエントリーは狙えますか？狙えますかって聞いてんだね。ここを引いて、1時間足に。ちょっとこれやっぱり難しいですね。狙えるか狙えないかも言うんですね。上位足を見て、下位足を見て、狙いを決めるんですね。ちょっとなかなか最初難しいですよ。でも、ほら、こういうのって問題だから、後でこう見て、ね、間違ったって全然いいじゃないですか。はい。実際によくFX やってる人も、実際になんていうのかな。実践で僕もちょっと練習してたんですけど、なんていうのかな。環境認識を練習するやつ。僕の場合、そうか、シンクトレーダーっていうんだ。それを使ったり練習しましたけどね。でも今回はこう、クイズ形式でやっていくから、まずはね、こういう風に考えればいいんだって分かればね、いいかななんて思ってます。はい。ちょっと押しましたね。やっぱり今日はね。はい。木曜日はこういうテクニカルを中心に、出していきたいと思いますので、株の投資の教科書はもしかしたらこれで終了して、木曜日はね、多分その株トレと、株価チャートと、この FX の関係をいろいろ混ぜてテクニカル講座みたいな感じでね、お話できていけばいいかなと。で、あさって土曜日の方は、お金の勉強。今度は第5回目ですね。前回も難しかったですね。年金のやつ。また今度も年金のやつですね。難しかったよな、あれ。まあね、こうやって一緒にね、皆さんとこうやって学ぶことができて、本当に中高年の学びの場みたいになってますのでね。土曜日はお金の勉強、木曜日はテクニカル中心ということで、こうね、やっていけたらなと思いますんでね。土曜日、11時15分ですね。はい。ぜひね、ご参加いただいて、途中ね、お花さん眠くなるかもしれないし、それ全然構わないので、はい。僕は本当にこういう、一緒にね、勉強する、仲間っていうか、いらっしゃるだけで本当にありがたいなと思ってます。で僕も一緒にこう間違えながら、こう学んでいきたいなと思いますんで、ぜひね、楽しく参加できる。なんかちょっと今日説明が長くなっちゃって、余計なことも喋れなかった、雑談が少なかったですけど、本当はもうちょっとね、余裕持ってね、雑談やっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい。じゃあ、土曜日10時15分で間に合うようにね、頑張りますのでね、ぜひね、参加していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい。今日はどうもありがとうございました。失礼いたします。